こんにちは、書道家のしおりです。今日はちょっと久しぶりになるんですけれども、書道講座関連の内容をお伝えしていきたいと思います。その内容なんですけれども、勢いで書くのは NG、左に払う線ということで、左払いの点画について書き方のコツなどをご紹介していきます。この左払いなんですけれども、私が今まで動画を上げてきたような横線とか縦線というのはまっすぐ線を引いていく、その難しさというものもあるんですけれども、そういった点画と違って、筆の使い方によって抑揚というものが出てくるんですね。だからこそその書くコツ、筆の使い方のコツをですね掴んでしまうことで落ち着いて失敗も少なく書くことができるようになります。この動画では感覚だけに頼らない筆の使い方を細かくご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ではまず左払いなんですけれども、左払いには2つの種類があります。それは三切法と二切法ですね。この切法というのは、書道の筆を動かす時のリズムのことを言うんですけれども、まず三切法の左払いというのは、例えば漢字で言うと左、右、そして友達の友ですね。そういった漢字の左払いが三切法になってきます。そして二切法の左払いは漢字で言うと、手ですね。あとは豆とか、あるないのなしという一番最初の一画目のものが二切法の左払いになります。ではちょっと詳しく三切法の左払いについて見ていきたいと思います。先ほどもお話ししたように三切法というのは3つのリズムで書くことを言います。その3つのリズムというのは起筆と送筆と収筆ですね。最初に筆を入れるところと線を送るところ、書いていくところですね。そして最後の筆を上げるところですね。この3つの点のリズムのことを三切法というふうに言います。続いて二切法の左払いになるんですけれども、こちらはですね、数字が3から2に移ったような感じになりまして、2つのリズムで書くものになります。その具体的なリズムを刻む場所というのは、1つが起筆、そして2つ目が収筆になります。線の長さが短いので、送筆の部分がなくなった形ですね。この2つのリズムで書くものが二切法になります。このように線を分解していくと、起筆と送筆までの線の書き方というのは、縦線の書き方とあまり変わらないんですね。新しい点画が出てきた時に、ゼロからスタートするのではなくて、今まで習った点画、例えばこちらですと縦線になるんですけれども、縦線をベースに一つずつ階段を上がるように積み重ねていく、そのような意識で練習をしていくと、壁が小さく見えてくるかもしれません。今回の左払いに関しても、縦線の謙信という収筆を抜く線があるんですけれども、謙信をベースに練習をしていくとスムーズに行えるんじゃないかなというふうに思います。ではその払う時の筆の使い方なんですけれども、こちらは3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目の筆の弾力を使うということなんですけれども、これはですね、その力を手首で変えたりとか、あと筆をですね、感覚的に抜いてしまうみたいなことをするのではなくて、筆の弾力というものを意識して、感じながら書くということがとても安定して書くための大切なポイントになります。具体的にはこの払う位置に来たら、まずは筆を上げようとしないという意識ですね。筆の弾力を感じながら、その弾力に伴って、書いていくということになります。そうするには、送筆と同じ力を保つという意識になります。もちろんその払いで筆先を上げていきますので、ずっと同じで線を引いていくっていうこととはまた違うんですけれども、極端にですね、送筆で書いた力を抜いたりしないということになります。
そして筆先をまとめるようなイメージというところなんですけれども、これは筆の弾力を使えば、感じることができるという書き方になるんですね。こちらも、重複はしますけれども、手首の力を抜いたりとか、筆先の力を抜いたりとかするのではなくて、あくまでも同じような力を加えながら筆の弾力を感じて、筆先をですね、ゆっくりとまとめるようなイメージで書くと、失敗する確率が低くなります。これは以前動画で上げていた縦線の剣心の書き方、抜く線ですね。あちらと同じようなイメージになりますので、よろしければそちらもご覧になってください。そして2つ目が勢いで払わないという点になります。勢いで払って書いている方っていうのも多いかもしれません。長くですね、書道をやっている、書道家さんとかですと、感覚でそういったことが身についているので、例えば誇張してですね、ちょっとデザイン性を入れるような時は、そういった書き方をしている方もいらっしゃるかもしれません。ただ、ここの講座ではそういうデザイン性とかではなくて、基本的な、筆の使い方で安定して上手に書けるコツをお伝えをしているので、ここでは勢いではないということは、意識をしていただくといいかなというふうに思います。ですので、払う位置に来てもゆっくりという意識を持つといいかと思います。そして、筆の先で書かないということですね。筆をですね、自由に使えるようになるような高等レベルの書き方になると筆先を使うという言い方もするんですけれども、ここではちょっとそのこととは別の意味を持っていまして、筆の先だけで書かないということですね。筆の先だけで書いてしまうと、左払いの線が極端に払うところが細くなってしまったりするんですね。で、やはり書道というのは抑揚をつける重みがあったりとか、そういう豊かな線みたいなところも、書道の美しさとも考えられているので、あまりその筆の先だけで払うというよりは、やはりその筆先の、弾力を使ったりするような書き方の方が良いかなというふうに思います。で、3つ目は感覚で払わないということですね。先ほどもお話ししたように、慣れている鍛錬を長く続けている方というのは感覚で書くのはもちろんあります。で、そういったこととはちょっとまた、ここでは違う意味になりまして、鍛錬のために書く場合に、感覚だけに頼って書いてしまうというのは、ちょっと遠回りになるのかなと思いますので、ここではあえて感覚で払わないというふうに書かせていただきます。はい、そして3つ目なんですけれども、線の真ん中を筆が通るように書くということになります。これはですね、本当にまた流派だったりとか、もちろん書体によっても書き方が結構変わってくるんですけれども、こちらでは基本的に楷書の書き方、一番書道の基礎の書き方として、私がその今後、鍛錬を続けていく方にとっても一番おすすめの書き方というのをお伝えしているので、線の真ん中を筆が通るように書くというのは、習得していただけると良いかなと思います。書くときにそのようなイメージをしてみていただきたいんですね。で、そうするには筆を少し立てる必要があります。筆が寝てしまうと線の真ん中を通ることっていうのはできないんですね。筆の側面を使って書くようになってしまうんです。そうすると線が立体的にならなくなってしまったりとか、今後いろんな書体にチャレンジをするときにですね、筆が寝てしまった状態で線を引く癖をつけてしまうと、ちょっと難しい面が出てきてしまいます。ですので、この左払いを書くときにも、線の真ん中を筆が通るという意識をぜひしてみてください。はい。では、実際に三節法の書き方というのを動画でご覧いただきたいと思います。続いてスローモーションです。はい、斜めからの動画も撮りましたので、ぜひご覧ください。
では続いて三節法の漢字をご紹介していきたいと思います。まず左という漢字になります。続いているという漢字を書いてみました。はい、では続いて二節法の書き方になります。続いてスローモーションです。続いて二節法の漢字をご紹介していきたいと思います。一つ目が手です。続いて豆という漢字ですね。これは口の下の右角が二節法の左払いになります。はい、いかがでしたでしょうか。実際にですね、私も鍛錬をしていく中でもう失敗するのが嫌で、こうしてどうやったらうまく書けるのかなっていったことを結構分解して習得をしていったんですね。ですので、このような動画もまた出していきたいと思います。何かご質問とかあればぜひコメント欄で教えてください。また、私はインスタグラムの方も運営しているんですけれども、現在はそのリール動画を上げることでたくさんの方に作品を見ていただけるようになりました。そういった経験から、動画関連のお話とか、動画の方を今後上げていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方をしていただけたら嬉しいです。ではまた別の動画でお会いしましょう。